クリッドがワユを助け出そうとしたその時、アイスの手下たちが襲いかかる。ワユを守ろうと必死に立ち向かったクリッドだったが、銃弾に倒れ、そのまま病院へ搬送された。ここで初めてワユはクリッドの両親と対面する。父親は今回の一件を全てワユの責任だと決めつけ、二度と息子に近づくなと冷たく言い放った。皆さんこんにちは。BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。それでも病室を訪れると、そこにはクリッドの婚約者が見舞いに来ており、ワユはすっかり息を落としてしまう。家に戻って弱音を吐いていると、姉から別れた後もクリッドがずっと幼稚園に通い、神道の面倒を見ていたことを知らされた。気を取り直したワユは再び病院を訪れ、その後も心配のあまり毎日見舞いに通った。しかし病室の前にはクリッドの父親が手配したガードが立っており、ワユは中に入ることすらできなかった。ちょうどそこへローズが現れ、ワユを病室へ連れてくれた。ところが引き返してきたクリッドの父親に見つかり、ワユは再び追い出されてしまう。そんなワユをタイは誠意を見せ続ければいつかきっとご両親にも分かってもらえると励ました。ワユは毎日違う花をナースに託し、病室に飾ってもらうことにする。そうして届けられる色とりどりの花を目にするうちに、クリッドの母親も次第にワユへの偏見をなくしていった。それでもなかなか目を覚まさないクリッドを心配するあまり、母親まで倒れてしまう。やがて目を覚ますと、自分の病室にも見覚えのある花が飾られていた。そしてついにクリッドも意識を取り戻し、生死の境をさまよったことで、彼は自分の気持ちに正直に生きることを決意した。花束を手にワユのもとを訪れ、もう一度付き合ってほしいと思いを伝える。しかし一度ひどく振られたワユは今もクリッドを愛していながら、その思いを素直に受け入れることができずにいた。クリッドはワユの心を取り戻すため SNS で堂々とワユへの思いを公表する。さらにクラブの仲間たちの協力を得てワユを呼び出し、改めて盛大に告白した。その思いに心を動かされたワユはもう一度クリッドを受け入れることを決める。2人の間には甘い時間が戻ってくる。ところがその直後、クリッドは父親に呼び出され、結婚に応じなければ地方へ飛ばすと脅されてしまう。以前のクリッドなら父親の言いなりになっていたかもしれないが、ワユを失う痛みを知った今、彼は初めて全力で2人の愛を守ろうとした。そして今回、母親も初めてクリッドの味方につき、ワユとの関係を受け入れるよう父親を説得する。さらに自らワユの実家を訪ね、クリッドには自分の心に従って人生を選んでほしいと伝え、2人を心から祝福した。父親はようやくワユを受け入れようと彼を家に招いた。ちょうどその日はワユの母親と姉に用事があり、ワユは神道も連れて行くことになる。すると、もともと子供好きだったクリッドの両親は神道をすっかり気に入り、穏やかな時間を過ごすことができた。その後、ワユは建築学科を無事に卒業し、さらにクリッドの母から指輪を贈られ、正式にクリッドのパートナーとして認められた。クリッドも仕事で昇進を果たし、最後は全員幸せな結末を迎える。また次回お会いしましょう。ではでは。And we're finding paradise.